この動画はアルティウムの提供でお送りします。こんにちは。よくプリント基板に電流を流すなら 1A 流すのにパターンの幅が 1mm 必要とか言われますが、それは本当かどうかを今日は実験検証をしてみます。プリント基板って何かっていうと、ガラス繊維とエポキシ樹脂を染み込ませた板の上に導体の配線がある、そういったものです。この基板の上に導体があって、その導体が何か電子部品同士をつないで配線を作ります。プリント基板に近寄って見てみると、このように銅の配線があります。この配線をパターンと言います。ちなみにこちらは今日の検証で使うプリント基板です。今日の検証のためだけに作りました。今日はこちらの検証用に作ったプリント基板に何アンペアまで電流が流せるかを確かめてみます。ちょっとプリント基板の実例についてもう少し詳しく見てほしいです。これは自作パソコンのマザーボードですね。プリント基板の一部分を拡大してみました。ここにものすごい太いパターンがありますね。一方でこちらの方は細いパターンしかありません。ここら辺のパターンの太さ的には多分 0.1mm もないんじゃないかと思います。一方でこちらのパターンはかなり太くて 10mm 程度あるんじゃないかと見ています。こちらの細いパターンの方は信号の伝達に使われるパターンです。なのでそこまで電流は流れません。なのでこういった細い配線でも特に問題はありません。一方でこちらの太いパターンは何かというと、こちらには割と大電流が流れるプリント基板のパターンです。これについて少し説明します。プリント基板の電流が流れるところは金属なわけですけども、金属の導体には当然ですが電気抵抗があります。例えばこちらに用意した細長いワイヤーもありますが、これと同じようにプリント基板上のパターンも同じように銅でできています。導線についても非常に小さいですが抵抗はあります。例えばここに電流が流れたとしましょう。この線の微小な長さでも実は抵抗を持っています。今はこの微小な長さで考えるのはめんどくさいので、この配線が持っている抵抗値を R で、そこに何か適当な電流を流します。例えば I アンペアとしましょう。そうしますと、この抵抗で発生する熱はオームの法則から I 次乗 R、電流の2乗と抵抗値に比例します。この式から見てわかる通り、配線に電流を流すと電流の2乗に比例して抵抗が発熱するわけですね。では実際にプリント基板に電流を流してもいいんですけども、ちょっと予備実験をやってみましょう。こちらに用意した細い導線があります。こちらに電流を流してどの程度発熱するかをちょっと持ちながら確認します。今電流を流し始めたわけですけども、今流れている電流は 1A 流しています。1A 流していますけども、特にこの導線が発熱しているとかそういったことは特にありません。こんな感じで配線に大電流を流していますけど、ものすごい発熱していますね。皆さん見えますでしょうか。だいたい50度今はこの銅でできた電線に電流を流してかなり発熱してしまいましたが、プリント基板でも同じようなことが起きます。なぜかというと、このプリント基板自身のパターンの部分も銅でできています。当然ですが、その銅も電気抵抗を持っているので、電流を流すと発熱します。次は実際に実験して検証してみます。で、何をするかというと、パターンが 1mm で電流が 1A、5A、10A 流した時のその温度上昇を見てみます。温度上昇はこちらのサーモグラフィーで使ってみます。次にパターンの太さです。こちらのプリント基板のパターンの太さですけど、0.125mm、0.25mm、0.5mm、1.0mm、2.0mm とかいろいろ用意したんですけど、そこにですね、1A の電流を流してどのくらい温度上昇をするかを見ていきます。で、パターンの太さが途中で細くなったり太くなったりしている場合や、あとはパターンにハンダを持った時にどれくらい温度上昇をしないかとか、そういったことも見ていきます。まずはパターン幅が 1mm のところに 1A 流した時にどれくらい温度が上昇するかサーモグラフィーで確認します。スイッチを入れます。すいません、電源の設定を間違えてて、本当は 1A 流すところに 100A
流してしまったみたいです。銅箔が燃えた、ちぎれてます。ちょっとこの電源パワフルすぎるんで、他のもうちょっと小さい電源に変えてやってみます。気を取り直して再実験です。この 1mm のパターンに電流を流します。1アンペア、3アンペア、6アンペアにしましょう。一応こちらの基板なんですけども、浮かせた状態で電流を流します。下にくっついていると下から何か熱を溜めたりするかもしれないので、じゃあ電流流しましょう。今1アンペア流れている状態です。外見上は特に変化はありません。先ほどみたいなよほどの大電流を流さない限りは大丈夫でしょう。はい。サーモグラフィーで確認します。今サーモグラフィーで1アンペア流しているところを見ていますが、本当1、2度程度暖かくなっている、そんな感じですね。このくらいなら全然問題なさそうな気はしますね。ちなみにプリント基板の銅箔の厚さは1オンスといって35マイクロメートルです。では次は3アンペアを流してみましょうか。いきます。パターン幅1ミリのところに3アンペア流していますが、若干温度上昇はしますね。3度程度でしょうか。一番高いところで27度になっています。室温と比べると3度程度の温度上昇というところでしょうか。で今回周りに何もないんですよね。このプリント基板自身に銅箔から熱が伝わってある程度放熱ができているんじゃないかなというふうには思っています。その後少し時間放置したんですけど、温度ちょっと上がっていますね。32度程度まで上がっています。電圧低いんで触っても大丈夫なんですけど、あまり暖かさとかそういったのは感じませんね。若干ぬるいかなっていう風な感じはします。ただこういった人間にとってはぬるいような温度上昇でも、温度的なストレスをたくさん繰り返しなるわけですから、基板にとっては良くないだろうなっていうのは、なんとなくわかります。じゃあ次は一気に6アンペアまで上げます。いきます。6アンペア流した時のサーモグラフィーですが、かなり温度上がっていますね。63度と表示されています。先ほどの座学の部分につながってきますが、損失は電流の2乗に比例して増加します。先ほど3アンペア流した時から今6アンペアにしています。電流は2倍に増やしたわけですが、損失としては4倍になっているわけです。温度上昇も先ほどと比較してかなり大きくなっています。で、ちょっとこういう風に喋っているうちにどんどん温度上昇してきて、今68度という風になっています。やっぱ結構暑いですね、これ。触ってみるとかなり熱く発熱しているのがわかります。ずっと触ってはいられないくらい熱いです。電流の刻み幅が1アンペアと3アンペアと6アンペアって結構大きかったので、その間の2アンペアもちょっと見てみてようかと思います。2アンペアの場合、最高温度は26度程度ですね。そこまで高くはありません。温度上昇は少ないです。1アンペアと3アンペアの場合ですと、3アンペア流すと1アンペアの場合に比べて損失は9倍になりますからね。2アンペアの場合は1アンペアの場合と比べると損失は4倍です。これは電流の2乗に比例するからです。なので2アンペアくらいなら全然問題なさそうですね。ちなみに基板の厚さは1オンス35マイクロメートルです。で、今パターン幅が1ミリのところで、銅箔の厚さが1オンス35マイクロメートルのところに電流を1アンペア、2アンペア、3アンペア、そして6アンペアを流してみました。で、1アンペアの時はほとんど発熱もありません。で、同様に2アンペアの時も温度上昇は4度程度です。よく言われているパターン幅が1ミリのところに1アンペアというのは、あながち間違いではないかなというふうには思います。ただ、プリント基板の銅箔の厚さが35マイクロメートルの時は、2アンペアくらいまでは全然いけそうだなというふうな検証の結果です。で、3アンペアになってくると温度上昇は10度から15度程度高くなってきます。そうしますとちょっと基板にストレスがかかってきたり、あとは他の電子部品にもストレスがかかってきそうな、そんな雰囲気があります。で、最後の6アンペアですね。これはかなり発熱していました。実際触っているとずっと触っていられないくらいの温度上昇です。6アンペア流した場合は1アンペアと比べて損失は36倍になるわけですから、それは当然熱くなるわっていう風な感想ですね。
プリント基板上のパターンの抵抗を考えてみたいと思います。これが抵抗の式です。このローというのがあるんですけども、これは抵抗率になります。金属の導体が持っている抵抗率ですね。金であったり銀、そういったものは抵抗率はかなり低いです。あと銅もかなり低いです。で、これはプリント基板の断面をですね、拡大したものです。この緑色の部分がこのプリント基板ですね。で、この赤色の部分は導線になります。このプリント基板の上にあるパターンです。で、基本的に抵抗というのは抵抗率と、あとは導体の長さに比例します。で、あとはこの導体の断面積ですね。この分母の部分にあるのが断面積なんですけども、この断面積に反比例します。つまり断面積を大きくすればその分抵抗値は下がりますので、たくさん電流を流せるようになります。断面積を大きくするイコール、この導箔の厚さを厚くするか、それかパターンの幅を広くするかのどちらかです。導箔の厚さというのは、実はいろいろ選べるんですね。で、よくあるのが、35マイクロメートル。かなり薄いんですけども、それでもある程度の電流は流せます。で、次に70マイクロメートルですね。そちらは少し厚めの導箔になります。こちらのプリント基板ですが、エポキシ樹脂とあとはガラス繊維で、その上に導箔が乗っています。当然ですが樹脂でできているので、発熱を繰り返したりすると、その樹脂が劣化してしまいます。このプリント基板自身が劣化することになります。なので、流す電流によってパターンの幅を変える。大電流を流す場合はパターンを太くしますし、あまり大電流を流さないような信号だけのやり取りならパターンは太くする必要はありません。で、どのくらいパターンを太くしたらいいか。で、これが動画の最初の方で話した話につながってきて、1A 流すんだったらパターンの幅は 1mm 程度がいいだろうというのがよく言われていることです。ただ、できる限り発熱というのは抑えた方がいいです。で、次は導箔のパターンの太さを変えた場合ですね。0.5mm と 0.25mm、0.125mm で試します。流す電流は全部 1A です。全部このパターンをですね、直列接続にしてあります。パターンの発熱が他のパターンに熱伝導しますが、そこまで細かいことは気にしません。導箔のパターンの幅が狭ければ狭くなるほど抵抗値というのは上がります。例えば 1mm と比較すると 0.5mm の抵抗値は2倍、0.25mm の抵抗値は4倍、で 0.125mm の抵抗値は 1mm の場合と比べて8倍という風になります。どの程度発熱が違ってくるのか見てみましょう。今 1A 流していますが、一番上の 0.125mm がかなり発熱していますね。ここにある 0.5mm はほとんど発熱していなくて、その上の 0.25mm はそこそこ発熱といった感じですね。で、一番細いパターンの 0.125mm は、こちらもそこそこ発熱するといった感じです。その後時間を置きましたが、一番細いパターンの 0.125mm の場合は、温度上昇は10度程度の温度上昇が見られます。ただ、こんな細いパターンに 1A も流す人はあまりいないと思いますので、この実験は参考程度ですね。0.25mm と 0.5mm なら、1A 流しても、特には問題ないかなというふうには思います。ただこういったのは余裕を持った設計みたいのが大事だと思うので、そこら辺はどのくらい余裕を持つか相談して決めるといいと思います。次は少し面白い実験をやってみようかと思います。パターンがですね、太くなっていて、で、その途中でパターンの幅が突然 1mm になると。で、そこからまたパターンの幅が広がって電流が流れていくという風な、そういった少し変わったですね、パターンに電流を流してみたいと思います。どのように発熱が変わるのかを確認します。発熱の具合がわかりやすいように一気に 6A ぐらい流してみます。いきます。上の 1mm のパターンと、突然 1mm のところが出てくるパターンに同じ電流を流していますが、発熱がかなり違いますね。上の 1mm のところだけはかなり発熱が大きくて、かなり上昇しています。一方で下のパターンはどうなっているかというと、ほとんど発熱していません。実際には発熱しているんですけども、よく見てみると 1mm のところだけがよく発熱している、そんな感じになっています。
でこれは考えてみれば当然なんですけども、ここに電流が集中しますので、抵抗値の高いところに電流が集中するわけです。このパターン幅が 1mm のところだけ集中して発熱するようになります。ただ発熱はするんですけども、銅というのは非常に熱伝導率の高い金属です。なのでこのパターンが広いところにですね、ここで発熱した熱がどんどん拡散して逃げていきます。なのでこの部分 1mm の幅のところで発熱はするんですけど、その熱がどんどん逃げていって、結果としてパターン幅が 1mm だけと比べて、あまり発熱はしないという結果になっています。最後もう一つだけ試したいことがあります。それは何かというと、パターン幅と銅箔の厚さを変えられない場合に、このソルダーレジストといって、このパターンの上に塗るインクみたいのがあるんですけど、そのインクをあらかじめ、塗らないように設定します。でそうするとこの銅箔がですね、むき出しの状態になります。でそこにハンダをですね盛る場合があります。銅箔にハンダを盛るっていうのはどういうことかというと、これが裸の銅箔なんですけど、その上にこの青い部分で、示したようなハンダをですねどんどん盛っていきます。そうしますとハンダは導体ですので、こちらの方にも電流は流れていきます。で当然ですが、この銅箔にも電流が流れます。そうしますとこの2つの導体の並列接続になるので、何か外側からですねこういうふうに電源をつなげた時に、外部の電源から見たら抵抗値は下がることになります。ということは、より大電流を流せるようになります。銅箔がむき出しになった部分の抵抗値を測っています。抵抗値は2つとも同じになっています。これはハンダを盛る前です。0.035 オームと 0.036 オームなので、ほとんど同じ抵抗値ということになっています。で次に何をするかというと、むき出しになった銅箔の部分にハンダを盛ってみようかと思います。どれくらいハンダを盛るかなんですけども、とりあえずこの銅箔の長さと同じくらいの長さのハンダを盛ってみようかと思います。結構適当です。ちょっとハンダの量多すぎましたかね。いいです。ハンダの量かなり多くなってしまったので、この余分なハンダはちょっと除去しましょう。こんな感じで銅箔の上にハンダを盛っています。これが結果です。抵抗値は結構変わっています。ハンダを持っていない方は 0.0035、先ほどと変わっていない 35mm オームです。ハンダを持った方は抵抗値かなり低くなっていまして、21mm オームまで減っています。30% くらい減りましたね。もしハンダを持っていない基板とハンダを持った基板で同じ損失になる電流なんですけども、下の基板には約 15% くらいさらに多くの電流を流せるようになります。思ったほど流せる電流は増えないんですね。大電流を流すような基板では、応急処置的なものにはなりますけども、何かこういうふうにハンダを盛るとパターンでの発熱は下げられる、そういうふうな結果になります。というわけで今日の結果についてまとめたいと思います。今日の検証を始めた目的なんですけども、この銅箔のパターンの幅 1mm に電流を流せるのはだいたい 1A が目安だと言われていますが、それを実際に確かめるためです。結論から言うと、大体の目安としてはそれが正しいのかなというふうには思いました。実際パターンの幅が 1mm のところに 1A の電流を流しましたけど、温度上昇はですね、2、3度から5度程度といった感じでしょうか。でそこからさらに電流を増やしていくと、発熱はその電流の2乗に比例して何か上昇していくような、そういう風な形になります。でそれはなぜかというと、導体の抵抗は電流の2乗に比例するからです。ただ今日実験してみた感想としては、銅箔の厚さが35マイクロメートルの場合は 1.5A から 2A くらいは流しても大丈夫そうかなっていう風には思いました。それ以上になってくると温度上昇がですねかなり大きくなって、基板にストレスが溜まって長時間使用すると、おそらく信頼性であったり、そういった面から問題になるだろうというふうに思います。他にもいろいろ実験してみて、パターンの幅が途中だけ狭くなる場合とか、そういった場合は大電流を流してもこのパターンの幅がですねどんどん広がっていって、結果として局所的には発熱するんですけども、他のパターンの部分に熱が逃げていくので温度上昇はそこまでないとか、そういうふうな結果になって、予想はしていましたけども、そうなるだろうなというふうには思っています。一番最後に実験した銅箔が露出しているところに、その上にさらにハンダを持って電気的な抵抗を下げる場合なんですけども、
それはですね、やはり意外と効果があるということが分かりました。ただこれは銅箔の厚さであったり、あとは銅箔の広さですね、どのくらいの幅のところにどの程度の量のハンダを盛るかによって結構実験結果が変わりそうな気がします。ご自身で実際に試す場合はいろいろ測定とかしてからやられた方がいいかとは思います。今日やってみた実験から分かったことはそんなところですね。ということで今日のスポンサーのアルティウムの紹介です。アルティウムは回路設計をするための回路 CAD ソフトウェアです。今回作りましたこの検証基板ももちろんアルティウムで作成しました。プロフェッショナルが仕事で使うことを想定していてかなり高機能に設定できます。使い方の幅もかなり広いです。今回アルティウムの人に頼んで概要欄のリンクから購入してもらうと 30% 割引で利用できるようにしてもらいました。いきなりライセンスにお金を払って使う人なんて、ほとんどの人が、そんなことはしないだろうし、嫌だと思うのでもちろん無料体験もできます。ほとんどの機能が使えますのでもし気になる方は無料体験版でダウンロードして使ってみてください。それでは最後まで動画のご視聴ありがとうございました。 T シャツ販売中、詳しくは概要欄から。